皆さんこんにちは。一つのプラモデルを3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間。いつもご覧いただきありがとうございます。今回は父のために元愛車であるヤマハの DT125 を製作。年々年老いていく父の活力になればという思いで手を動かしていきます。早速まずは DT125 がどんなバイクだったのか紐解いていきましょう。ヤマハ DT125、 その名の由来はヤマハの公式発表ではデュアルパーパストレールの由来で、1968年 DT1 の発売からシリーズ車種として数車種が生産され、モトクロッサー YZ の熱い血を引き継ぎ、数々のモトクロス大会で大活躍を見せたオフロードバイクです。排気量別で車種名を分けていたヤマハは AT125 のフルモデルチェンジとして、この DT125 は1974年に登場します。1982年、丸めの前期型からマイナーチェンジを受け、ライトカウル付きの革命となり、デザインやカラーリングが変更され、16馬力を発生する新開発の水冷ツースト単気筒エンジンを採用し、後期型となったのがこのキットのモデルとなります。また9リッターと大容量のタンクに多頭式のペダル類、水温計、タコメーター装備のメーターパネルなどなど、総じてオフロードを徹底的に追求した設計に、1980年代に起こったオフロードブームではなんと20車種以上が各メーカーから発売され、中でも YZ の熱い血を一番色濃く引いている DT125 はモノクロスサスも当然採用され、林道では上級モデルと互角の走りを見せました。それでは早速仮組みから。箱を開けパーツを確認していると驚くのが一つ一つのパーツの精密さ。フレームやマフラーの溶接跡、タンク裏やシート裏までもが完全再現され、テンション爆上げ状態で仮組みへ。まずは分割された各パーツを組み立てていきます。エンジンにタンクやシート、ホイールにフレーム、キャブレターにスイングアームなど、セメダインハイグレード模型用接着剤を使用し、仮で組んでおきます。直立でディスプレイできるようにスタンドも付属しており、製作途中で横向けで置いておくなんてことはなくなりそう。とてもありがたい設計です。仮組みをしていて思ったのですが、フレームは最初に組み立ててしまい、後からエンジン類を乗せても問題なさそう。フレームのリアの R がついた部分はしっかり合わせ目消しができそうです。ホイールは以前 DT1 を製作した際に覚えたスポークの張り替えを行い仕上げていくつもりです。フレームとエンジン、足回りに外装パーツの順で組んでいきましたが、特に問題なく組み立てることができ、プロポーションも最高。バンダイから80年代に発売されたこのキットは当時のお値段でなんと700円。700円ポッキリでこんなに精密なキットが手に入った時代でもあったんですね。本当にいいキットですので、再販を声を大にして叫んでおき、次の作業に移っていきましょう。続いてタンクの合わせ目消しです。塗装に入る前が本当に大事で、仕上がりのフォルムはここで決まるようなもの。自身が納得いくまで調整をしていきます。まずはタンクとタンク裏を接着。接着した箇所にわずかながら隙間ができていますので、こちらを埋めていきます。この隙間を埋める際に使用したのが C フォース製の UV パテで、隙間がある部分に対し盛り付けブラックライトを照射。ものの数十秒でしっかり固まってくれるこの UV パテ、時短にもなりますし、何より削りやすくとても重宝しているツールです。
パテが固まったのを確認し、 UV パテを盛り付けた部分を320番のペーパーヤスリで慣らし、徐々に番手を上げ、最終的には1500番で慣らし、滑らかな面に整えました。さてこちらはタンク以外のゲート処理。バイクのプラモデルはほとんどのパーツが目に見えてしまうので、ランナーから切り離した際にできる切り離し跡はできる限り削除したいところ、一つ一つのパーツにできた跡を320番から1000番のペーパーヤスリで消していきます。そしてフレームに関しては、エンジンを挟み込むように組み立てを行うという説明書の指示ですが、フレームリア部分の R がついた箇所の合わせ目をなくし、滑らかな仕上がりにしたいので、先にフレームのみ組み立てようと思います。キット内容そのままですと、フレームのパーツ自体が細いということもあり、少々不安定なので調整していきます。フレーム同士を接着する部分をペーパーヤスリでしっかり整えた上で、 0.6mm のピンバイスでそれぞれ穴を開け、そこに 0.5mm の真鍮線を差し込み、支柱を製作し、フレームを加工しました。これでフレームの強度が増した上で、さらにリアルに仕上がるかと思います。続いて下地塗装前の組み立てを行っていきます。まずはシート、クッション面と裏面を接着し固定していきます。続いてフレームですが、フレーム加工をした際に真鍮線で支柱を作っておいた部分がしっかり固定できたので、両フレームを合わせ接着していきます。接着が固定するまでしばし洗濯バサミで強制固定を。この時点で歪みなどはしっかり調整し、強度のあるフレームを目指しつつ、フレームリアの R 部分に関しては合わせ目部分に UV パテを盛り、削り込み滑らかにしておきます。ホイールに関しては後ほどスポークを張り替えするので、真ん中のハブ部分には接着剤はつけずに固定していきます。あとはスイングアームにキャブレター、エアクリにエンジン、マフラーなど先に組み立てておいた方が効率がいいものを組み立て、これで塗装前の準備は完了です。最後に本塗装をする前の下地として、ガイアノーツのサーフェイサーエボパステルピンクを吹いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目的とするのであれば必須作業になります。またパーティングラインやゲート痕を消すためにパーツ表面を削ったり、ヤスリの跡が残ってしまった場合は必ずサーフェイサーを吹いて本塗装の前に表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理で滑らかな表面を作り上げるか、これが重要なことかと思いますし、下地の段階からこの表面を意識しておくと、後々表面仕上げの工程で時間を短縮できたりするなど効率が上がります。合わせ目やゲート痕も消え、滑らかな外装パーツとなったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はリア周りの組み立てまでをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。